計算が100水準を超えてます。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。完成した風洞で全力ミニレイクのダウンフォースを確認。圧倒的にダウンフォースが足りないことが分かったので、シンプレシムさんの協力もあり、CFD で空力性能を改善していってますよ。ということで今回も CFD で解析していきます。前回、メインの翼の後端に、ガーニーフラップをつけてみたのですが、一つ気になることが、翼の後端がぶった切られています。モーターを搭載する関係でこのようにしていたのですが、翼の面積を損しているような気がしてきました。ということで翼の後端を伸ばした計算をしてみます。結果がこちら。横軸が翼の後端を延長した長さ、縦軸がダウンフォース。少しデコボコですが、良いぐらいに延長すると、現状よりダウンフォースを大きくできそうです。デコボコになる原因はわかりませんが、一番ダウンフォースが大きくなった、6mm 延長にしようと思います。6mm 延長するとこんな感じ。モーターとプロペラは延長に合わせて、スライドさせました。ということで翼を延長する前後の、コンターズを確認してみましょう。上が延長前、下が延長 6mm の絶対速度。延長前では気流が剥離していなかったのですが、6mm 延長では気流が剥離しています。ダウンフォースは大きくなっているのにどうしてと思ったのですが、流線を確認して謎が解けました。翼を延長すると流れが中心に寄っていくようです。先ほどの絶対速度のコンターズは、モーターの中心を通る断面を見ていたので、気流が剥離しているように見えたようです。なお、気流が中心に寄っていく理由は不明です。ということでメインの翼は 6mm 延長にしました。次はハンバーグを食べる時の、人参のグラッセのように取っておいた。リアウィング。形状はメインの翼と同じクラークアイで、大きさを10分の1にしています。取り付けの位置は悩むところだったのですが、とりあえず、プロペラの軸線上にしてみました。フロント側をこの位置に固定して、向かい角を変更して計算してみます。結果がこちら。横軸が向かい角で縦軸がダウンフォース。青が合計で赤が前輪、緑が後輪です。意外なことに、向かい角40度まで失速しませんでした。飛行機のフラップも、離着陸時は40度ぐらいになるそうなので、そんな感じなのでしょうか？あと、リアウィングなので後輪にだけ、ダウンフォースが発生すると思っていたのですが、前輪のダウンフォースも大きくなっていました。ということでリアウィング、ありなしの、コンターズを確認してみましょう。上がリアウィングなし、下がリアウィングありの絶対速度。リアウィングの向かい角が40度だと、気流が剥離するギリギリ。向かい角を50度にすると、気流が剥離して失速していました。制圧のコンターズがこちら。ダウンフォースの差が 20g 近くありますが、目に見える差はありませんでした。流線はこんな感じ。リアウィングによってメインの翼下から、気流が吸い上げられているように見えます。この吸い上げによってメインの翼下の流速が速くなり、フロント側のダウンフォースも大きくなった、ような気がします。ということで、よく訓練された JCJC 民は、こう思ったことでしょう。バイクッシュだ。効果があると分かったら、足し算しかできないのが JCJC 民。ということでリアウィングを2枚にしてみたんですが、悩ましいのはその相対位置。F1 などでよく見る2段翼ですが、これは1段目の上面を流れた気流を、2段目の下面に導くことで気流の剥離を防ぎ、大きな向かい角でも失速しないようにしているそうです。で、その相対位置はノウハウの塊。空力素人のネオニートにわかるわけがありません。ということで天才と名高いチャッピーに聞きました。
1段目と2段目の重なる距離は翼の長さの 30%。1段目と2段目の距離は翼の厚さと同じぐらい。ということなのでこうなりました。ちなみに向かい角の大きさによって、1段目より2段目の向かい角を大きくした方が、良いらしいのですが、ミニ四駆程度の速度、レイノルズ数、では、カスであるということなので、今回は同じ向かい角にしています。ということで結果がこちら。当たり前というかクラッカーなのか、シングルウィングに対してよく面積の大きい、ダブルウィングのダウンフォースが大きくなっています。だがしかし、ダブルウィングは空気抵抗も、圧倒的なようです。空気抵抗に対するダウンフォースの効率を見てみると、向かい角が40度ぐらいまでは効率が良さそう。ということでウィングを増やす前後の、コンターズを確認してみましょう。上がシングルウィング、下がダブルウィングの絶対速度。ダブルウィングの1段目は気流が剥離していますが、2段目は1段目から導かれた気流によって、まだ剥離していないようです。制圧のコンターズがこちら。ダブルウィングはこの辺りと、この辺りで青い領域が広がっているように見えます。流線を確認してみるとこんな感じ。ダブルウィングは1段目で気流が剥離しているので、ウィング後方で乱れた気流になっているようです。ということなので、トリビッシュラー。効果があると分かったら、足し算しか知らないのが JC 民。相対1はダブルの時と同じようにしています。ということで結果がこちら。トリウィングで順調にダウンフォースが増加。最大で 300g のダウンフォースが発生しています。なお空気抵抗も順調に増加している模様。で、空気抵抗に対するダウンフォースの効率を見てみるとこんな感じ。トリウィングは比較的綺麗な曲線になっています。ということで先ほどまでと同じ向かい角40度のコンターズを確認してみましょう。上がダブルウィング、下がトリウィングの絶対速度。トリウィングの1段目は気流が剥離していますが、2段目と3段目は導かれた気流によって、まだ剥離していないようです。あと、トリウィングはこの辺りの流速が大きい。メインのよく下からの吸い上げが大きそうです。制圧のコンターズがこちら。トリウィングはこの辺りと、この辺りで青い領域が広がっているように見えます。流線を確認してみるとこんな感じ。トリウィングはメインよく下からの吸い上げが大きいので、この辺のもじゃもじゃが大きくなっているようです。ということなので、クワッシュラーと行きたいところですが、再現がなさそうなので今回はこの辺りで自重します。というのも、翼の枚数が多くなるほど、ダウンフォースが大きくなりますが、空気抵抗も大きくなることが分かったので、あと、翼が結構高い位置に配置されるので、重心が高くなることも懸念されます。なので翼の枚数は水準として利用しようかと。ということで、ここまでの計算をまとめるとこんな感じ。ダウンフォースは改善前の 164g から 120g ほど大きくなり 280g まで来ました。昔にやった計算によると、280g、2.8ニュートンのダウンフォースがあれば、LC で使用しないはず。ということで CFD での解析は一旦ここまで。モデルを印刷に適した形にファブリーズして、最近うちに来た宇宙刑事風味の 3D プリンターで印刷。風洞実験をしてみたいと思っています。なので、高評価とチャンネル登録をして、待っていてもらえると嬉しいです。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。よかったらもう一本動画を見ていくのだ。